今日はキャラメルパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキャラメルパウンドケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はパウンドケーキを作るんですが、ホットケーキミックスを使って簡単に作っていきたいと思います。そして手作りしたキャラメルを加えてマーブル状に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、無塩バター、牛乳、お砂糖、くるみ、生クリーム、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。生クリームとお砂糖とお水、こちらの3つの材料でキャラメルを作りたいと思います。で、あとは今回こちらくるみを入れていきたいと思います。お好みでアーモンドなどを入れていただいても OK です。そして今回は18センチのパウンドケーキ型を使っていきます。で、こちらにですね、オーブンシートまたはクッキングシートを切り抜いて、で4箇所にねこのように切れ込みを入れて、そして型に敷き詰めていきます。はい、こんな感じです。こちらの準備は生地を作る前に必ず行ってください。それでは作っていきます。まず一番初めにキャラメルを作ります。こちらキャラメルに使う生クリームなんですが、冷たい状態で使うと分離したり、あとは固まりやすくなるので、こちらを軽く温めます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そうしましたらこちらは使うまでこのまま置いておきます。ではフライパンでキャラメルを作っていきます。まずフライパンにお砂糖です。そしてここにお水を加えます。で、まずお水がねしっかり砂糖になじむまで待ってください。はい、このようになじめば OK です。そしたら火にかけます。で、火加減は中火でこのまま色が変わるまで加熱していきます。加熱している最中は中をいじらないようにしてください。はい、今ね少しフライパンの周りから色が変わってきました。そしたらフライパンを持ち上げてこのように回しながら加熱していきます。結構湯気が出るので必ず換気扇を回して作るようにしてください。で、だんだんねこんな感じで色をなじませながら茶色くしていきます。で、もしね作り慣れてない場合は色が変わってきたら火加減は弱火にしていただいて OK です。はい、でこのぐらいね色が変わってきたら火加減は弱火にします。で、もう少しね茶色くなるまで加熱します。このぐらいの色になったら火を止めます。そして温めておいた生クリームを加えてください。で、この時もね弾いたりするのでやけどしないように注意してください。では入れます。そしたら手早く混ぜましょう。で、少しねこのように落ち着いてきたらもう一度火にかけます。で、火加減は弱めの中火で10秒ぐらい加熱します。はい、 OK です。これでキャラメルの完成です。で、このぐらいねとろみがつけば OK です。そしたらこちらは器に出しておいてください。それでは続いて生地を作っていきます。まず生地の中に入れるくるみを適当な大きさに刻みます。はい、このぐらいです。こんな感じで適当な大きさに切ってください。それでは続いてこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜて、この塊になってるバターをしっかり最後まで溶かしてください。はい、バターがしっかり溶ければ OK です。で、こちらのバターは使うまでこのまま置いておきます。では続いてボウルに卵を割り入れます。そして泡立て器で軽く溶きほぐしてください。軽く溶きほぐしたらここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それではここに溶かしバターを加えます。で、この時に溶かしバターがまだ熱い時は粗熱を取ってから加えるようにしてください。ではここに入れます。そして混ぜましょう。はい、 OK です。では続いてここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。で、材料はですね一つずつ入れてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることできちんと生地が馴染んでふっくら美味しく仕上がります。はい、混ざりました。そうしましたらここにホットケーキミックスを加えます。で、こちらはふるって加えます。そして混ぜましょう。
はい、このように粉っぽさがなくなれば OK です。そしたらここに刻んだくるみを入れます。そして混ぜましょう。はい、生地はこれで OK です。それではこちら作っておいたキャラメルを中に入れます。でね、作っておいたキャラメルはちょっとね硬くなってるので、少しねこうやって混ぜてなじませてから入れるようにしてください。ではこの中に入れます。全部ね一度に入れちゃって OK です。でそしたらこれをね軽く混ぜてください。ちょっと8の字をこうやって書くように混ぜます。でこのようにマーブル状にしてください。ではこちらの生地を用意しておいた型の中に流し入れます。ではこちらを天板に乗せて170度に予熱したオーブンでまず10分焼きます。そして表面が薄く焼けたら一度真ん中に切れ込みを入れて、その後また170度で30分焼いていきます。ではまず10分焼いていきたいと思います。はい、今10分経ちました。そしたら取り出して真ん中に切れ込みを入れます。はい、このように真ん中に切れ込みを入れてください。そうすると綺麗にふっくらと焼き上がります。それでは残り170度のオーブンで30分焼いていきます。で途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。ではやけどしないように型から取り出してケーキクーラーの上に置きます。でそしたら上に軽くねふわっとキッチンペーパーをかぶせてこのまま粗熱を取ります。型に入れっぱなしにしておくと真ん中がへこんでしまう時がありますので、焼き終わったらやけどしないように型から取り出して粗熱を取って冷ますようにしてください。はい、パウンドケーキが冷めました。それではオーブンシートを剥がします。はい、こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。こんな感じでキャラメル感がすごいですね。それではこちら切りたいと思います。はい、中身はこんな感じです。美味しそうに仕上がりました。はい、これでキャラメルパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにキャラメルたっぷりで美味しそうに仕上がってます。くるみもいっぱいですね。表面はこんな感じです。香ばしく焼き上がってます。それでは早速いただきたいと思います。もうすごくしっとりしてくるみもいっぱい入ってますね。ではいただきます。キャラメルの味わいがすごく濃厚です。美味しい。そしてすごくねしっとりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャラメルパウンドケーキのポイントです。まずキャラメルを作る時のポイントです。キャラメルを作る時はまず必ず換気扇は回しながら作るようにしてください。すごくね湯気が出るのでやけどにも注意して作っていただけたらと思います。で作る時のポイントとしては生クリームは少し温めておいてください。冷たい生クリームを入れてしまうと分離しやすくなるのと、あと加えた時に跳ねやすくなります。なので軽く電子レンジで温めてから使うようにしてください。そしてお砂糖に水を加えて加熱する時のポイントなんですけれども、色が変わるまでは絶対中は触らないようにしてください。ここで中をね混ぜたりとかしてしまうと結晶化して固まってしまいます。そしてキャラメル色になってきたら生クリームを加えて手早く混ぜるようにしてください。で入れる時はですね火を止めていただいて OK です。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はですねその都度よく材料を混ぜるようにしてください。そして生地が出来上がったらキャラメルと混ぜるんですけれども、キャラメルを入れた後に混ぜすぎるとマーブル感がなくなってしまいますので、8の字を書くイメージで軽く混ぜてください。軽く混ぜたらその後型に入れてください。もしねマーブルじゃなくて全体をキャラメル味にしたい場合はそのまま全部キャラメルを入れてよく混ぜていただけたらと思います。そして焼く時のポイントです。まずですね表面を少し焼いて、で膜が張るぐらいですね少し焼けた状態で真ん中に切れ込みを入れてください。そうすることで焼き上がりが綺麗な仕上がりになります。そして冷ます時のポイントなんですけれども、パウンドケーキの中に入れたまま冷ましてしまうと生地がへこんでしまう時があります。なので焼き上がりはですねやけどしないように型から出して、その後ケーキクーラーなどの上に置いて冷ますようにしてください。で今回ね中にくるみを入れたんですけれども、こちらはお好みでいろいろ入れていただいて OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。キャラメルの味が濃厚でとても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はキャラメルパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。